この波に乗っていけばいいんですか？そういうことなんです。波に乗って面白がることですよね。家族はとても一緒にいると心安らいだり、温かい気持ちになれたりっていうことはあるかもしれないですけれども、でも一方で自分が子供の頃どうでしたか？お父さんやお母さんといることがそんなに嬉しかったですかね？また怒られるかもしれないなんて思いましたよね。そうですね。これだけは親には言えないっていうこともいっぱいあったと思うんですよ。その通りなんですよ。親は子供がいるとなんとなく自分がここにいていいような、なんかある種のステータスを得られたような感覚に陥ってるだけなんです。でも、この子がどう育つか、その育て方で自分が評価されないとしたら、今みたいに子供に何かを指示することが増えるでしょうかね。もっと自由にさせてあげると思うんです。そうですね。やっぱり常に自分が評価にさらされることを気にして、みんなと同じように教育しなければならないと思っているだけだと思うんですよ。で、こんな家族性ではなくて、レムリアの頃のように緩やかな家族。つまり、お母さんは自分の産んだ子ですから、誰が自分の子かわかりますけれど、でも、つまり婚姻制度もないわけですから、好きになった人と誰とでもセックスはします。そうなったら、お父さんが誰だかわからない子供はたくさんいる。いや、むしろほとんどの子供はお父さんが誰だかわからないという状態になりますよね。で、そこで生まれてきた子供たちは、だからみんなの子なんですよ。みんなが育てる。だから誰かがこの子に対して全面的に責任を負わなければならないみたいなことは全くありません。そうなるとね、一人一人をちゃんと見ようとしますよね。誰の責任でもないわけですから、この子はみんなと違うことをやけにするねって。なぜこの子だけいつも孤立してるんだろうってみんなでこう観察しますよね。みんなと一緒にやらなきゃダメだよってすぐに言わないですよね。だけれど、もしこの子の親がいたとしたら、この子にみんなと外れないように何とかついていくようにさせようとします。そうですね。はい。だけど、この子に全員が親だとしたら、この子にとって何がベストなのかをみんなで話し合いますよね。そうですね。そしてこの子に何よりも、その子の考えていること、その子の感受性を知ろうとして、この子と接する機会を多く取ると思うんです。みんなが。でも今、例えばみんなと違った行動をする子はどうするかっていうと、このある種、確一的な概念に従える子供たちとは外れます。外れた子供を親は一生懸命戻そうとします。でも戻そうとすると、この子たちを束ねている学校の先生はこの子を排除しようとします。そしてこの子は結果として自分には居場所がないと認識します。そんなことが至るところで起きてますよね。それは学校でなくても社会の中でもたくさん起きていると思います。これはなぜかというと、貴族性とか所有という概念に全部縛られてるからですね。でももっと本当に一人一人がこの宇宙の中に、ただっ広いです、宇宙が。そして本当にたくさんの生命体がいる中で、一人一人はたった一人しかいない。非常にオリジナルな、誰も真似のできない存在ですから、そのことを認め合えるような世界にしていくということが、これからまた地球だけでなく宇宙の一員として地球人たちがフェアな関係を作っていく上ですごく大事なことなんですね。今世の中ではね、すごく不登校の子とかがどんどん多くなってるような気がするんですけど、そういう子どもたちっていうのはきっとすごく自分の個性を、学校では出せなくて、非難されたり批判されたりするから、結局はもう居場所がなくて家にいるしかないっていう風になってしまってるのかなとも思うんですけど。そうですよね。学校というところはね、
やっぱり今までは本当に一律にこのルールをみんな守って、はい、1限目は数学です。全員が数学の勉強をして、そんなのおかしいでしょって。今この時間に数学の勉強したい人なんて何人いるんですかって。みんなやりたくないことを一律にやって、つまり我慢大会する場所ですよ、学校は。誰も楽しくない。ほとんどが。楽しいのは放課後の部活動とかでしょ？そうですね。もうなんか、あと何時間我慢すればいいんだろうってこう時計を見ながら学校時代を過ごした人もすごく多いと思いますけれど、そんなことする必要はないですよね。全く子供は、今不登校が増えているのは、新しい時代にちゃんとマッチした魂が生まれてきてるからだと思いますよ。学校なんか行けるはずがないです。行ってる子の方が心配です。